今日は先週のバイオセクターの振り返りをやるよ。先週バイオセクターの動画を出したけど、考えが浅かったからかイメージが違ったところがあったよ。1週間なんで気のせいかもしれないけど、一応考えを修正しておくね。次に、なぜバイオセクターなのか。前の動画で説明したけど、あっさり説明したせいか理解が浅いような気がするので、もう少ししっかり説明しておくね。そしてここは自分も悩んでいて勉強中なところもあり、答えはまだないんだけど、何を考えて今後バイオへ投資していくかの現時点での自分の考えを説明するよ。繰り返すけど、小型バイオの個別株を推奨しているわけではないから。万が一投資したくなっても自己責任でやってね。本当に危険なんだから。まずはバイオセクター ETF、ティッカーシンボル XBI の先週のチャートを振り返ろう。月曜から1月の高値を大きく陽線でブレイクしたね。火曜日にギャップアップして上昇。水曜日はもたもたして。木曜日に5日移動平均線まで調整。金曜日に持ち直したところで終わったよ。週間で 7% の上昇。素晴らしい1週間だったね。特に火曜日の上昇では、ティッカーシンボル VKTX の肥満役のフェーズ2の結果が出て、2倍以上の大幅上昇になったのが寄与したね。木曜の下落、金曜の上昇にも VKTX の影響があったかもね。あとはティッカーシンボル BEAM も火曜にギャップアップして上昇したね。ティッカーシンボル KRYS も良好な決算を出し、月曜が大幅上昇。ここら辺も XBI の上昇に寄与したかもね。ここら辺はイメージ通りだったんだけどね。きっとみんな今週はバイオで儲かったと思ってたんだよね。ところが前回動画で紹介した ETF、ティッカーシンボル BBH。なんか冴えないんだよね。BBH を思い出してみよう。AMGN の割合が多いんだよね。AMGN の直近の株価を見てみよう。冴えないんだよね。理由は調べてないんだけど、この株価の影響が結構あるかもね。やはり特定の銘柄の割合が大きな ETF は避けるべきだと分かったよ。同じく紹介した ETF、ティッカーシンボル IBB。BBH よりはマシで火曜に高値を抜けたんだけど、週後半の調整でかなり押し戻された形になっているよね。さらに紹介した投資信託はナスダックバイオテクノロジー指数に連動するものだけど、先ほどの IBB に似た動きになっているよね。ここら辺も AMGN を含む大型バイオ株の割合が大きいんだよね。ティッカーシンボル VRTX。まあ横ばいだからまだ良いんだけど。ティッカーシンボル GILD。正直最近この株も冴えないんだよね。ティッカーシンボル REGN。この株は比較的良い感じでチャートを作っているんだよね。今週のこの動きを見て、先週の動画で投資信託 ETF を勧めたんだけど、本当にそれで良かったのかなと思っているところだよ。大型バイオ株と小型バイオ株で動きが違うことを説明したよね。やはり投資信託や ETF は大型バイオ株の影響が大きい気がしているんだよ。狙っていく流れは小型バイオ株の方な気がしてきたよ。ただ個別の小型バイオ株は勧められず、日本では XBI は買えず、レバレッジ ETF の LABU は勧められずで困っちゃったのよね。もしかして個別の小型バイオ株を薄く分散していく必要があるかもね。それが今週思ったことだよ。また1週間動きを見て考えてみるね。次になぜバイオセクターなのか、これについて再度説明方法を変えて説明するね。他人の言葉を借りると
株式バリュエーションに影響を与えるものは金利が7、業績が3という話があるよ。コロナバブルから2022年の金利上昇による株価の調整、そして今まで米国株投資をしてきた人は身をもって体験してきたよね。その期間投資していない人にはピンとこないかもしれないけど、株において金利は個別株の中身以上に重要なことだよ。特にバイオセクターは金利の影響を非常に受けやすいよ。これが XBI の月足チャートだよ。ここを見てほしいの。チャートの安値のところだよ。一番右側のところが去年の10月の安値だよ。その水準ってどれぐらいかというと、実はコロナショックの安値と同じぐらいなんだよ。これは普通のことだと思う？コロナショックがどういう相場であったかは、銘柄列伝 ZM という動画を見ると細かく流れを説明しているよ。当時はコロナという未知の状況で、ほとんどの銘柄の株価が暴落してみんなパニックになっていた時期だよ。そのような状況と去年の10月を比較して同じ水準であることって違和感を感じない？ S&P500 を見るとコロナショックに比べて去年の10月の調整って2倍近く上だよ。ナスダック100もコロナショックに比べて去年の10月ははるか上だよ。一番冴えないと言われている小型株のラッセル2000もコロナショックに比べれば6割ぐらい上の位置にあるよ。戻るけど XBI はコロナショックと去年の10月は似た水準だったよ。なんでバイオだけこんなに弱いのよ。さらになんで去年の11月から反発しているのよ。こちらが米国2年債利回りのチャート。コロナショックってどれぐらいかというと 1% 前後だったね。そして去年の10月は 5% 前後だったよね。コロナショックの混乱期と同じぐらいの株価の理由は金利がこれだけ違っていることを反映しているんだよ。繰り返すけどバイオセクターは高金利に弱いんだよ。そして直近反発しているのは利上げが停止されて利下げの話も出てきているので、金利が下目線だからだよ。現時点で十分に金利が下がっているわけではないけど、相場は半年1年先を見て動くので、先回りしてバイオが買われてきているの。利下げもタイミングは読めないけど、今の時点ではいつかは来るだろうと予想できるよね。逆に言うと、その前提が崩れたらバイオセクターには逆風になるよ。とにかくバイオセクターをトレードするならば金利動向をよく見ることが重要だよ。金利の見方が変わると実際何が起こるかというと、セクターローテーションというものが起こるよ。金利上昇に強いセクターから金利低下の恩恵を受けるセクターにお金の一部が流れるよ。機関投資家は個別銘柄の前にセクターとしてどこにどれぐらいの割合を投資するかを考えるため、その割合が変化するよ。小型バイオは時価総額が小さいものが多いので、時価総額が大きなセクターから少しのお金が流れるだけでも株価が大きく上昇するよ。機関投資家の動きには注目ね。バイオの投資スタンスだけど、人それぞれでいろいろあると思うよ。例えば長期投資で大きく上がりそうな株を狙うなんてのもあると思うよ。小さな投資金額を夢のある銘柄に投資してテンバガーを狙うとかもあるかもね。もう一つはさっき説明したセクターローテーションのお金の流れを取りに行く方法ね。トマトちゃんの場合は後者を狙っているよ。それをどうやっていけばよいのか。正直自分もまだまだ悩んでいる段階だよ。みんなと一緒に勉強していきたいよ。考えていることはタイミングが重要だと思っているよ。この先永遠にバイオ株が上がっていくならば嬉しいけど、ボーナスステージは時間が限られると思っているの。バイオセクターはセクターとしては長期投資には向かないよ。
もちろん個別では素晴らしい試験結果により長期に上昇していく株もあると思うけど、セクターローテーションのお金の流れを取るという観点では、その流れがある時に利益を出すのが重要だよ。いずれバイオセクターが頭打ちになる時は来ると思っているよ。それがいつなのかを予測することは難しいけど、じっと待つ戦略は得策ではないと思うの。そうすると逆張りでじっと待つのではなく、順張りに張っていくのが良いと思うの。例えば好材料で上がっている株の中で、その材料はまだ十分に株価に織り込まれていないものに投資するのもあるよ。また材料が近い将来に発表される予定の株を狙っていくのも一つの方法だよ。好材料が出ることを期待するのもあるけど、期待で事前に上がっていくこともあるので、そこに乗っていくよ。ちなみにバイオの開発期間ってかなり長期で、気をつけないと今年はイベントが何もないとかならないようにしないとね。決算のプレスリリースとか見ていけばイベントの時期が載っているので、よく確認してね。イベントは臨床試験の結果発表と FDA の承認期限が大きいかな。あと大きなリスクを取らないことも重要だよ。具体的には難易度の高そうな臨床試験の結果が出そうな時期の株は買わないとか。もちろん良い結果が出れば数倍とかになるかもしれないけど、結果が悪ければかなり下がるよ。せっかくセクターローテーションのお金の流れを取れてきても、一撃でそれが無駄になるリスクがあるよ。バイオセクターに投資する理由をよく考えてね。あと臨床試験結果がない早期の株も避けた方が良いよ。動物実験は参考にならないよ。臨床試験結果の時期に株を持つならば、過去の臨床試験でかなり筋が良さそうなものを厳選して投資した方が良いよ。どういう株が良いかは現在研究中だけど、一つは株価が高かったり良い材料が出るとバイオ株はすぐに公募増資してくるよ。公募増資したらダメというわけではなく、そこから上がってくる株もあるよ。そこら辺も注目ではないかと思っているよ。例えば先週ティッカーシンボル ARQT が公募増資したよね。けど金曜には高値を取り返したよ。株価の動きが強いよね。ティッカーシンボル TARS。銘柄としてこれが良いかは分析しきれてないけど、こちらも公募増資を発表したね。金曜は公募価格までもいかず、大きな陽線で引けたね。強そうな株価の動きだよね。ティッカーシンボル VKTX も公募増資してさらに大幅にアップサイズしたよね。それで木曜に調整したよね。金曜に反発しているけど、ちなみに5倍のオーバーサブスクライブだったらしいよ。募集の5倍の応募があったということよ。そんなみんな買いたい株がこの先売られるのかな。ティッカーシンボル FDMT。こちらも銘柄分析は十分できていないけど、2月頭に公募増資をしたね。その後はすぐに反発できずだったけど、直近盛り返してきているね。動きには注意が必要だね。今回は大幅上昇銘柄の公募増資に着目したけど、いかに今乗っている株を探していくか、引き続き研究していくね。それじゃまた次回。何でもいいからコメント欄でリクエストしてね。みんなのコメントがなくていつも寂しがっているよ。バイバイ。